日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。私はこれまでだいたい20年ぐらい日本語を教えてきましたが、中国語話者の方がかなり流暢な日本語上級者になってからも本当によく言い間違えるのが場所どこどこでと場所どこどこにでとにの使い分けです。この動画を見ればでとにを上手に使い分けてコミュニケーションがよりスムーズで自然になりますよ。まずは簡単な問題から見てみましょう。スターバックス何々コーヒーを飲みました。ここにはどんな助詞が入りますか？これはもちろんでですね。スターバックスでコーヒーを飲みました。スターバックスっていうのはある場所の名前ですね。あなたはコーヒーを飲むっていうこの動作をこの場所でしました。っていうことは、では動作主がある一連の動作をする場所を表しますね。ここでポイントになるのは、この動作主はある場所の範囲内で基本的には最初から最後までその動作をするという点です。簡単に言うと、動作が行われる場所の後ろにでが続くということですね。次の問題です。マクドナルド何々ハンバーガーでも食べませんか？これもでが入りますね。マクドナルドでハンバーガーでも食べませんか？後ろのでもはハンバーガーでもいいし、フライドポテトでもいいし、他のものでもいいですよという意味のでもですね。こうやって見ると一つの文に2つでがありますが、特にこれは問題ありません。それで後ろに来る動詞が食べる、飲む、話すなど一般的な動作を表す動詞の場合は、どこどこで食べるのようにでを使うのが普通なんです。次の問題です。銀行の隣、郵便局があります。これはどうですか？簡単ですね。これはにです。銀行の隣に郵便局がありますですね。どうしてそう言えますか？後ろにあるという存在を表す動詞が続いているからですね。ある場所に何かが存在しているっていう文では、必ず場所の後ろににをつけます。この存在を表す動詞としては、例えばある、いる、存在するなどがありますね。じゃあ次の問題はどうですか？田中さんはアメリカ何々住んでいます。これもにですね。田中さんはアメリカに住んでいます。住むっていう動詞も存在を表す動詞なんです。動作の動詞ではなくて、ある状態の動詞といった方が分かりやすいかもしれません。ですから、住むっていう動詞の前は普通どこどこにがつくっていうことを覚えておいてくださいね。次の問題です。田中さんはアメリカ何々暮らしています。これはさっきの文と意味はほとんど同じなんですが、暮らすっていう動詞は存在ではなくて動作を表す動詞なので、でを使うのが正解です。田中さんはアメリカで暮らしています。ちょっとややこしいですけど、この暮らすっていう言葉以外だったら、生活するっていう動詞もどこどこで生活するのようにでを使います。覚えておいてください。次の問題です。武道館何々コンサートがあった。これはどうですか？後ろにあったと書いてあるので、存在かなと思ってしまうかもしれませんね。でも
あるっていう動詞は存在を表す以外に行うっていう動作を表すこともあるんです。この文は武道館でコンサートが行われたと同じ意味になりますので、でになります。武道館でコンサートがあったですね。もし何かのイベントが行われるっていうことなら、どこどこでになりますよ。例えば、ホテルで結婚式があったとか、体育館で卒業式があったなどの文がそうですね。次の問題です。田中さんはアメリカの会社何々勤めている。これは実はになります。アメリカの会社に勤めているです。もし勤めているではなくて働いているなら、これは動作になるので、アメリカの会社で働いているになるんですけど、実は勤めるっていう言葉は何かに属しているっていう意味が強い言葉なんです。この状態は文法的には存在しているっていう扱いになります。ですから田中さんはアメリカの会社に勤めているが正しいですね。どこどこに勤める以外だと、どこどこに属するとか、どこどこに所属するなどの動詞もにを使いますよ。次の問題です。先週美術館何々行った。これは移動の到着地点を表すにですね。ですから先週美術館に行ったになります。この到着地点のことを文法用語では着点と言います。多分初級の教科書ではまず最初にを習うと思いますけど、を使うと実はちょっと書き言葉のように聞こえてしまうので、フォーマルすぎる、正式すぎる感じがします。ですから日常生活ではにを使うのが普通なんです。そしてこのにを使っても全く失礼にはなりません。十分このには丁寧ですので安心して使ってください。後ろに行く、来る、帰るなど移動を表す動詞が続くときにはよくこのにを使いますね。それ以外ではどこどこに入るとか、乗り物に乗るとか、山に登るという言い方もこの着点のにを使うのが普通です。もうセットで覚えてしまえばいいですね。で、今挙げたのは全て自動詞でしたけど、他動詞を使ってあるものを移動させるときはどうでしょうか。ゴミはゴミ箱何々捨ててください。これはゴミ箱に捨ててくださいですね。あるものを移動させるときにもそのものが到着する場所の後ろにをつけますね。もしこれをゴミはゴミ箱で捨ててくださいと言ってしまったらどういう意味になりますか？これは対象物の目的地ではなくて動作の場所になってしまうので、ゴミ箱の中で一生懸命ゴミを捨てる動作をするっていう意味になってしまいます。気をつけてください。ではこんな場合はどうですか？あそこ何々車を止めてください。これはにでもいいですしでもいいんですが、それぞれ意味が違いますね。もしあなたの家に遊びに来たお客さんに家の近くで車を止めやすい場所があるっていうことを知らせてあげるなら、あそこに車を止めてくださいになりますね。対象物の目的地ですから、あそこに車を止めてくださいになりますが、もしあなたが今タクシーに乗っていて降りる場所を指定したいならどうなりますか？あそこで車を止めてください
あのセブンイレブンで車を止めてください。でを使いますね。これは運転手さんが車を止めるという動作の場所を表します。で、ちなみに車の場合は止めるという漢字以外に止めるという漢字もよく使います。これと似ていますが、こんな例もあります。ここ何々住所を書いてください。これも両方の可能性がありますね。もしある紙のある指定された部分に住所を書く欄があることを伝えたいなら、ここに住所を書いてくださいになりますね。でも、もし相手の人が物を書くためのテーブルとか台を探しているならどうですか？ここで住所を書いてくださいと教えてあげることができますね。もし場所というより方向を表す言葉の場合はどうでしょうか？例えば、次の交差点を右何々曲がってください。これもにを使います。方向を表すにですね。右に曲がるとか、左に回すとか、手前に引くとか、東に向かうとか、こういう場合はすべてにを使って方向を表します。はい、わかりましたか？最後に一つ復習問題をしてみましょう。壁何々カレンダーを貼った。どうですか？これは壁にですね。壁にカレンダーを貼ったです。カレンダーという対象物の着点を表すにを使います。もしこれを壁で貼ったと言ってしまったら、動作の場所を表すことになるので、あなたが壁に貼り付いた状態でカレンダーを貼ったということになってしまいます。他にも似た言葉の微妙な違いなど、日本語学習に役に立つ情報をいろいろ発信しています。見逃したくない方はぜひチャンネル登録をお勧めします。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。